これはハプスブルク城、現在のスイスアールガウ州にあるハプスブルク家発祥の地だ。ハプスブルク家というとオーストリアのイメージだけど、もともとはスイスの一族だったんだね。その通りだ。現在ではハプスブルク家といえばウィーンやオーストリアを思い浮かべる人が多い。しかし13世紀までの本拠地は現在のスイス北部だった。その他ライン川上流域アルザス南部にも領地を持っていた。それがルドルフ一世の代で一気に飛躍したんだね。そうだ。1273年にルドルフがローマ王に選ばれ、さらに1278年のマルヒフェルトの戦いでオーストリアを獲得したことで一族の運命は大きく変わった。本題の前に一つ見ておかなければならないものがある。タルクスを越える交通路だ。交通路。中世ヨーロッパでは交通路はそのまま富と権力を意味した。現在のような鉄道や高速道路はない。山脈を越えられる場所は限られている。タルクスを越える街道を抑えた者は商人から通行税を徴収できるだけでなく、軍隊の移動も支配できた。そのため峠は城や都市と同じくらい重要な戦略拠点だった。その中でも13世紀になって急速に価値を高めたのがゴッタルド峠なんだ。ゴッタルド峠って今でもスイスの南北を結ぶ重要な場所だよね。現在では鉄道や高速道路の長いトンネルが通っているが、中世でも同じ場所が重要だった。13世紀初め、ゴッタルド峠北側の険しいシェーレネン峡谷に橋が架けられた。後に悪魔の橋と呼ばれる橋だ。それまでこの峡谷は険しすぎて大規模な往来には向かなかった。しかし橋が完成すると事情が変わり、ライン川流域から北イタリアへ向かう最短ルートとして利用されるようになった。ドイツからイタリアへ向かう商人、巡礼、施設、軍隊、多くの人々がこの峠を利用するようになった。ゴッタルド峠は中央とイタリアを結ぶ新しい大動脈となったんだ。ということはその入り口を抑えれば大きな利益になるね。そうなんだ。そして北側の入り口に位置していたのがウーリだった。現在のスイス中部にある小さな山岳地域。ここを通らなければ北からゴッタルド峠へ入ることはできない。つまりウーリを支配することはゴッタルド峠を支配することにほぼ等しかった。だから歴代の神聖ローマ皇帝もこの地域を非常に重視していた。でもウーリはハプスブルク家の領地じゃなかったんだよね。そこが今回の物語の核心になる。ウーリは一般的な封建領地ではなかった。13世紀前半、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世はこの地域に皇帝直属領という特別な地位を与えた。これは地方領主ではなく皇帝に直接従うことを意味する。皇帝直属領になれば有力貴族による支配を受けずに済む。自治権も認められる。その代わり皇帝には忠誠を誓う。皇帝にとってもゴッタルド峠を確実に抑えられる利点になった。つまり皇帝と直接つながる特別扱いだったんだ。そうだ。ウーリだけじゃない。その周辺にあったシュビーツ、ウンターバルデンもそれぞれ強い自治の伝統を持っていた。この3つの地域は後に森林三法と呼ばれるようになる。彼らは都市国家ではなく山に囲まれた農村共同体だった。村人たちは重要な問題を集会で決め、自分たちで治安を守り、自分たちで生活を支えていた。有力領主の命令を受けて暮らすというより共同体そのものが政治を行っていた。もちろん皇帝には忠誠を誓う。しかしそれ以外の領主に支配されることは望まなかった。この自治意識こそが後にハクスブルク家との衝突を生むことになるんだ。1278年にオーストリアを手に入れたことでルドルフ一世を取り巻く状況は大きく変わった。それまでのハクスブルク家はスイス北部やアルザスを本拠とするライン川上流域の有力諸侯だった。しかしオーストリアを獲得した瞬間、一族は中央東部にも巨大な領土を持つことになる。スイスとオーストリアはかなり離れているよね。そうだ。スイス北部の丘陵と新たに獲得したオーストリアとの間にはアルプス山脈が横たわっていた。しかもハクスブルク家は神聖ローマ帝国の有力者としてたびたび北イタリアへ軍や施設を送らなければならなかった。そうなると最短でアルプスを越えられるゴッタルド峠の価値はそれまでとは比べ物にならないほど高くなる。ルドルフがオーストリアを手に入れたことでゴッタルド峠が一族の生命線になったんだね。その通りだ。ルドルフがローマ王になる前、ゴッタルド峠はハクスブルク家にとって領地の近くにある重要な街道だった。しかし1278年以降は違う。今度はスイスとオーストリア、さらにイタリアを結ぶ王朝の大動脈となった。ゴッタルド峠を自由に通れるかどうかは一族の政治や軍事、経済に直結する問題となった。そのためハクスブルク家はこの地域への影響力をこれまで以上に強めようとした。でも森林三法は自治を守りたいんだよね。そこに決定的な対立が生まれる。森林三法の人々は自分たちは皇帝直属領であり皇帝には従うが一地方領主の支配は受けないという意識を持っていた。一方のハクスブルク家は自分たちはこの地域に古くから権利を持ち、さらに王となった以上この地域の支配を強めるのは当然だと考えていた。どちらも自分たちが正しいと思っている。だから対立は簡単には解決しなかった。どちらかが悪いというより立場が違っていたんだね。まさにそうだ。しかもルドルフ自身は森林三法に対して強硬策ばかりを取ったわけではない。彼は優れた現実主義者だった。
各地で戦争や外交を行いながら貢献を固めることが最優先だったため、森林三法とも必要以上に対立しようとはしなかった。彼らの自治もある程度は認め続けていたんだ。しかし1291年7月、ルドルフ1世は73歳で死去する。森林三法の人々は不安を抱いた。新しい支配者が父以上に強い支配を始めるかもしれない。自分たちの自治が奪われるかもしれない。そう考えた。そこでウーリ、シュビーツ、ウンターバルデンの代表者たちは新たな約束を結ぶ。互いに助け合い、外部から武力で支配されそうになった時には協力して戦うという盟約だ。これが後に原初同盟と呼ばれる文書であり、現在ではツイス建国の出発点と考えられている。この時点では独立を宣言したわけじゃないんだよね。そうだ。1291年の段階では彼らは神聖ローマ帝国から離脱しようとは考えていない。皇帝への忠誠も否定していない。彼らが守ろうとしたのは自分たちの自治だった。外部の領主が勝手に役人を送り込み、裁判を行い、税を取り立てることを拒んだんだ。つまりこの同盟は独立宣言ではなく、自治を守るための相互防衛条約だった。まだハプスブルク家と全面対決する段階ではないんだ。しかし歴史というものは一度結ばれた同盟が思わぬ力を持つことがある。3つの山岳共同体の約束は後に何百年も続く国家の土台となる。この頃になると後世にリトリの誓いと呼ばれる有名な建国伝説も語られるようになる。伝説によればウーリ、シュビーツ、ウンターバルデンの代表者たちはウツェルン湖畔のリトリの草原に集まり、神に誓って自由を守る盟約を結んだという。資料で確認できる出来事ではなく、後世に形作られた建国神話なんだね。ハプスブルク家の新しい当主はどうしたの？1298年、ルドルフ1世の長男アルブレヒトがローマ王に選ばれた。アルブレヒトは優れた統治能力を持つ人物だったが、その政治姿勢は父よりも強硬だった。彼は広大になった領土をそれぞれ別々の慣習に任せるのではなく、一つの王家の支配下へまとめようと考えた。中央集権化を進めようとしたんだね。そうだ。地方ごとに異なる特権や自治を認め続ければ王権はいつまでたっても強くならない。アルブレヒトはそう考えた。特に重要視したのがゴッタルド峠周辺だった。この地域はドイツと北イタリアを結ぶ最短ルートであり、王家にとって軍事的にも経済的にも欠かせない。だからこそ森林三法をより直接的に管理しようとした。でも森林三法から見れば自分たちの自治が脅かされることになるね。後世の資料にはハクスブルク家が代官を派遣し各地を支配しようとしたという記述が現れる。ただし実際はハクスブルク家が急激な圧政を行ったというよりも、王権を強化する過程で森林三法の自治と衝突したと考えられている。その対立を象徴するのがウィリアム・テルなんだね。最初に言っておかなければならないのは、テルが実在したことを示す同時代資料は存在しない。現在ではテルは伝説上の英雄と考える研究者が大半だということだ。しかし伝説だからといって歴史的価値がないわけではない。この物語には当時の人々がどのような支配を嫌い、何を守ろうとしたのかが色濃く反映されている。どんな話だったか改めて教えて。伝説によればハクスブルク家の代官ゲスラーは自らの権威を示すため広場に帽子を立て、人々にその帽子へ礼をするよう命じた。ところがテルはそれを拒否した。怒ったゲスラーはテルの息子の頭にリンゴを乗せ、そのリンゴを弓で射抜くよう命じる。失敗すれば息子の命はない。お前は弓の名手だそうだな。ならば息子の頭の上に置いたリンゴを射抜いてみせよ。そんなことをすれば子供が。分かった。テルは静かに弓を構えた。放たれた矢はリンゴだけを見事に射抜く。周囲は安堵した。しかしゲスラーはテルが矢を2本持っていたことに気づく。なぜ2本目の矢を隠し持っていた1本目で息子を傷つけていたなら、2本目はお前を射るためだった。怒ったゲスラーはテルを捕らえる。しかし護送の途中、湖で嵐に遭う。テルは船を操るよう命じられ、その隙に逃亡する。そして待ち伏せし、ゲスラーを射殺した。これをきっかけに森林三法の人々は放棄し、ハクスブルク家の支配を打ち破ったという。テルは自分たちの自由は自分たちで守るというスイス人の精神を象徴する人物になったんだ。そして伝説とは別に実際の歴史も大きく動き始める。1308年、アルブレヒト1世はフィンド・ヨハンによって暗殺された。ハクスブルク家では再び権力の継承問題が起こり、森林三法への圧力も一時的に弱まる。ところがその混乱が収まると、ハクスブルク家は改めて森林三法を支配下へ組み込もうとする。1315年、ハクスブルク家は森林三法を武力で従わせることを決断した。軍を率いたのはアルブレヒトの弟であり、オーストリア公でもあったレオポルト1世。彼は騎士を中心とした大軍を集め、森林三法へ進軍した。相手は山村の共同体なのに大軍を送ったんだね。それだけ森林三法を軽視していなかったということだ。ゴッタルド峠を抑えるにはこの地域を確実に支配しなければならない。ハクスブルク家にとってそれは王朝全体の利益に関わる問題だった。一方の森林三法、ウーリ、シュビーツ、ウンターバルデンは互いに兵を出し合い、一つの軍として戦うことを決める。彼らの兵力は
ハプスブルク軍よりはるかに少なかった。しかし地形だけは誰よりも知り尽くしていた。戦場に選んだのはモルガルテン付近の細い道だった。一方は急な斜面、もう一方は沼と湖。大軍が横に広がることはできず、騎士たちは縦長の隊列で進むしかない。森林三方の兵たちはその地形を最大限に利用することにした。1315年11月15日早朝、レオポルト軍が細い道を進軍する。その瞬間だった。今だ。石を投げろ。山の斜面から石が一斉に投げ落とされ、馬が怯える。王子に待ち伏せしていた兵士たちが襲いかかる。彼らの多くは農民だった。重装騎士ではない。長装や斧などを手にした歩兵だった。しかし身動きの取れない騎士に対してそれで十分だった。前進も後退もできず、混乱は全軍へ広がっていった。やがてレオポルトは敗北を悟り、わずかな友回りとともに戦場から脱出する。ハプスブルク軍は大敗した。この戦いは各地に大きな衝撃を与えた。この勝利によって森林三方は同盟をさらに強化し、その後も周辺の共同体が少しずつ加わっていく。何十年何百年という長い時間をかけて同盟は拡大し、後のスイス連邦へと発展していくんだ。一方のハプスブルク家もすぐにスイスを諦めたわけではない。その後も何度も遠征を行い、支配を回復しようとした。しかし森林三方はその度に同盟を強め、自治を守り続けた。こうして両者の対立は数世紀にわたって続いていくんだ。オタカル2世を倒してハプスブルク家は大きくなったのに、そのすぐ後には故郷スイスで苦戦することになったんだね。そうだね。ルドルフ1世はオタカル2世を破り、オーストリアを手に入れた。だがその成功によってハプスブルク家の重心は東へ移り、ゴッタルド峠は王朝にとって欠かせない戦略拠点となった。その結果、自治を守ろうとする森林三方との衝突が避けられなくなった。ハプスブルク家はオーストリアを得た代償として、故郷スイスでは長く続く抵抗運動を生み出すことになった。こうしてハプスブルク家とスイスはそれぞれ異なる道を歩み始めたんだ。このチャンネルでは帝海の歴史を学校で習う歴史よりももう少し詳しく紹介していくよ。これからもいろいろな歴史関連の情報を発信するので、この動画が気に入ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくね。ではまた次の動画でお会いしましょう。